しょよし。じゃあ1個目から読みます。みかん。ある曇った冬の夕暮れである。私は横須賀初上り二等客車の隅に腰を下ろしてぼんやり発車の冬を待った。ドアに電灯のついた客車の中には珍しく私の他にもう一人の乗客がいた。あ、間違えちゃった。クイシャンが習ったひらがなと違うから間違えちゃった。中低組私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さも後を絶ってただ檻に入られた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらいに懐かしい景色だった。私の頭の中には言うもない疲労と倦怠とかまるで曇りの空のようにどんよりとした影を落としていた。私は具合立つポケットへと両手を突っ込んだままそこにはひつている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら後ろの窓枠へ頭を持たせて目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日和下駄の音が改札口の方から聞こえ出したと思うと間もなく車掌の何か言う罵る声とともに私の乗っている二等室の戸がガラリと開いて13歳の小娘が一人慌ただしく中へと入ってきた。と同時に人ずしりと揺れておもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切ってゆくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに周囲の礼を言っている赤棒、すべては窓へ吹きつける肺炎の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はやおやくほつとした心持ちになって巻きタバコに火をつきながら初めて物憂いまぶたを上げて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめのいてふがしにゆ横なでの跡があるひびだらけの両頬を
気持ち悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた霜焼きの手の中には3頭の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なものもやはり不快だった。最後にその2頭と3頭との区別さえわきまえない空洞な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は一つこの娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみたんだ。するとその時、勇敢の紙面に落ちていた具合クワウが突然電灯の光にかかってすりの悪い何らかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく汽車は今横須賀横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかしその電灯の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰めく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちつつあった。カウア問題、神父新郎、苦食事件、芝生広告。私はトンネルへ入った瞬間、汽車の走っている方向が逆になった錯覚を感じながら、それらの錯漠とした記事から記事へほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろんあの小娘があたかも卑俗な現実を人間にしたような面立ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車とこの田舎者の小娘と、そしてまたこの平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴ではなく何であろう。不快な過当な退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって読みかけた勇敢を振り出すと、また窓枠に頭をもたしながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見渡すと、いつの間にか例の小娘が向かう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。が、重いガラスとはなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの頬はいよいよ赤くなって、時々花をすすり込む音が
小さな息の消える声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものにそう言わなかった。しかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、母色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきた。でもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの下行きの手がガラス戸を持ち上げようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄ましい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、娘の開き落としたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたような黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した。グワンラインコを害した私はハンカチを頬に当て、暇さえなくこの煙を満面に浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほど咳き込まなければならなかった。が小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして闇吹く風にいてふ返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見ている。その姿を梅煙と電灯の光との中を眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂い、水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったら、ようやく咳き込んだ私はこの見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元通りの窓の戸を閉めさせたのは相違でなかったのである。しかし汽車はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山の間に挟まれたあるまじしい町は連れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くにはいずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が振るのであろう唯一の薄い旗が物憂げに宝飾をゆすっていた。やつとトンネルを出たと思っその時、その制作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い3人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆この曇天に押しすくめられたと思うほど揃って背が低かった。そうしてまたこの町はズレインさんたる風物と同じような色着物を着ていた。それが汽車の通るの青
ぎ見ながら一斉に手を挙げるのが早いか、痛い気な喉を高く反らして、何とも意味のわからない歓声を一生懸命に窓から半身を乗り出していたレイの娘が、あの下行きの手をふと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息を飲んだ。そうして刹那に1歳の流壊した小娘は、おそらくこれから方向先へ向かうとしている小娘は、その懐に座していた幾桑のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの労を報いたのである。暴食の帯びた町は、外れの踏切と小鳥のように声を上げた3人の子供たちと、そして上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には切ないほどしきりとこの光景が焼き付けられた。さしてこそこからある得体の知らない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は顔然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席へ帰って、赤原びつつだらけの頬を萌木色の毛糸練り巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて、理由のない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。おしまい。た、たい、題名で選んじゃダメだ。あの、あの、気づいてる人いるかもしれないけど、クシャンこれ完全に題名だけで選んできちゃったから。読むの難しかった。すごい難しかった。はあ、